無駄な抵抗をするとどうなるか、お前はわかっておらぬ。第三章第一話地獄の門番罪の足音。原作語り春美月。ゆいは再び山を駆け巡った。どう進めば村にたどり着けるのかもわからない。それでもゆいは走った。愛する人と結ばれないことよりも、妖怪の女と罵られることよりも、村を追い出されたことよりも、ただただ英介や滝と日野の平安を願った。お願い、間に合って。恨んでなんかいないの。ああ、神様。どうして愛する気持ちだけでは大切な人を守れないのですか。愛する気持ちが彼を苦しめるのですか。私は本当に妖怪の女なのかもしれない。二度と彼と結ばれることがなくても、思い続けることさえ許されないのでしょうか。ああ、神様。もう少しだけ時間をください。間に合って、お願い。間に合って。ゆいはお腹に手を当てた。温かい。頬を涙が伝った。もう少し私と一緒に頑張って。こんな母でごめんなさい。ああ、お願い。間に合って。ゆいは知る由もないのだが、じじが飲ませた茶を一口飲んでいたゆいには、ほんのわずかな力が与えられていた。じじの力が目指したい場所へ迷わず、そして山を駆けずり回ってもお腹の子に障りが出ないように。一方、ゆいが村を追われてからの村の様子はというと、英介は屋敷に閉じ込められていた。部屋の前には見張りまでつけられ、差し出される食事にも手をつけなかった。英介はもはや部屋の片隅にうずくまり、何もかも見失っていた。一日がとても長いことを肌で感じながらも、心では一日を過ごした感覚などどこにもない。自分が起きているのか眠っているのかさえわからずにいた。内助と勝則が久々に村へと顔を出したのは、ゆいが追い出された翌日の夕刻だった。二人がゆいの家へと足を運ぶと、もぬけの殻。それどころか、幾本もの矢が突き刺さったり散乱したりしていた。雨を逃れた軒下で、ところどころ血痕が残っていたりと、過ぎた教授を物語っていた。二人は何事かと思い、通りすがりの村人から話を聞いて驚いた。その足で英介を訪ねに行くも、あっさりと門前払いされた。翌日も、翌々日も、それは繰り返された。もちろん、そのことを英介は知らない。幾日か目の晩のことだった。
英介の部屋の前、障子の向こうに月明かりが映し出した二人の影。交代です。旦那様がお呼びです。おう、そうか。影は見張りに頭を下げて見送った。見張りの男が立ち去ったのを確認すると、能面をかぶった男が障子を開けて中に入ってきた。若様。いつも英介を気にかけている男だ。あなたは。英介はうつろとなった目で男を見つめた。その様子を見て男は息を飲んだ。なんとおいたわしい。若様、逃げるならば今です。男はひざまずき、英介の手をしっかりと取った。しかし、それではあなたが咎めを。英介がためらっていると、男は英介の手を強く握りしめ、頭を横に振った。すでに今の見張りに旦那様がお呼びだと虚言を申しております。気づかれるのは時間の問題です。すぐにでも怪しまれましょう。私のことはお気になさらずに、若様の大切なお方を追いかけてくださいませ。さあ、見張りがいない間に、私が外へお連れいたします。すまない。英介は立ち上がった。しかし、部屋の外を伺おうとした能面の男を引き止めた。ずっと知りたかったのですが、あなたの名をお聞かせいただけますか。英介がそう聞くと、男はピクリと動いて止まった。おかしなことだ。幼少の頃より世話をしていただいていたのに、私はあなたの顔どころか名前さえも知らない。そして誰もあなたの正体を知らなければ名前を呼ぶこともない。私に名前はございません。若様がお気にかけることではありません。そう言うと、男は障子を開けようとしたが、再度英介が引き止めた。私は、おそらくあなたが誰なのかを知っている。幼少の頃に噂を耳にしたことがある。私が生まれる前に、子供ができずに悩んでいた父上たちが養子をもらっていたとか。あなたは私の。英介が言い終わる前に、男は英介の言葉を制した。その先を言ってはなりません。私はもはや存在してはいけないのです。私をいつも助けてくれるあなたの名を知ることさえ許されないのですか。男はうつむいた。ひょっとすると泣いているのではと思ったが、次に男が顔を上げた時にも能面がすべてを隠していた。いいえ、若様。若様が許しを求めることではございません。もとより私には名がないだけのこと。若様にお気にかけていただけただけで、我が人生に悔いはありません。さあ、時間がありません。急ぎましょう。男と英介が部屋を出ると、遠くから足音が近づいてくるのが分かった。
もう人が来てしまったか。そうつぶやくと、男は英介を中庭に隠れるように促した。二人が中庭にそびえ立つ一番大きな木の陰に隠れると、バタバタと男が集まってきた。くそ、いないぞ。おそらくあの面付きの男が手引きしたのだろう。あのような偽り事を言いよって、屋敷中のものを皆叩き起こして探すんだ。旦那様の大目玉を食らいたくなければ、何としても見つけ出せ。英介たちは、まだ人手の少ないうちに、影から影へと移動した。こんな日に限って、満月があたりを明るくしていた。慎重に行かねば、すぐに見つかってしまう。いたか？いや、どこにも見当たらない。間もなくして、明かりを手にした男たちがどんどん増えていった。英介たちは何とか中庭を横断することに成功したが、人手が増えたことでどうにもそれ以上動くことができなくなってしまった。そうこうするうちに中庭にもどんどん追い足が入ってきた。まずい。ここは私がおとりに。能面の男がそう思った瞬間だった。いたぞ。二人は松明の炎に照らし出された。そして瞬く間に取り囲まれてしまった。若、どうかご寝所へお戻りください。英介は二人の男に腕をつかまれ、ぐいぐいと部屋の方へ連れられた。やはりお前が手引きしていたのか。能面の男はその場で取り押さえられ、頑丈な紐で手足を縛られた。もはや抵抗することすらままならなかった。そこへ英介の父親がドスドスと床を踏み鳴らしてかっ歩してきた。はっは、逃げられると思うたか。さっと頭上に手をかざすと、男たちは英介を寝所に戻す足を止め、父親の前へと連れて行った。この親不孝者めが、無駄な抵抗をするとどうなるか、お前はよくわかっていないようだ。そう言うと、英介の父親は中庭に降り、能面の男の前に立った。妙なことをしおって、愚か者めが。貴様の汚らわしき血と首をもって、英介への戒めとしようぞ。その言葉を聞いて、英介は全身から血の気が引いた気がした。父上、何をなさるおつもりですか。こやつはわしの跡継ぎを誘拐しようとしたのだ。もっぱらあの女狐のところへと連れて行くつもりだったのだろう。妖怪に肩入れする者よ。死をもって償うべきだ。違う。私がその者を脅し、そそのかした。罰するなら、私のみにすればいいでしょう。黙れ。わしに口答えするな。英介の父親は、再び英介の前に立ちはだかると、血走った目でびっと睨んだ。
わしの言いたいことがまだわからんようだな。英介をじっと睨みつけたまま、父親は指を打ち鳴らし、誰と言わずに、あの者たちを連れてこいと命令した。すると能面の男同様に手足を縛られた滝人と日野が男たちに連れられてきた。滝人、日野、どうして？英介様。驚く英介を尻目に父親は腹が煮えくり返るほどの高笑いをした。よく聞け、英介。お前はわしの言うことを聞いていればいいのだ。本当ならば、妖怪と共に生きる子供らを打ち首にしてくれようものを、わしの情けで生かしてやっておる。我が家に汚名を着せたお前に、最後の望みを与えてやっているということを忘れるな。ゆいは妖怪では、黙れと言っておろうが。英介の父親は、ずんぐりとしたその体を怒りに震わせた。拉致があかぬわ。言ってわからぬのなら、己の愚かさをその目にしかと刻むがいい。そして、能面をかぶった男を指さして言い放った。即刻、その者の首をはねよ。一瞬、英介は時が止まったのかと思った。緊迫した場の空気が終焉の静けさへと一転したのだ。やめろ。英介の声が震えた。能面の男の後ろで、男が腰にぶら下げた鞘から刀を抜き、能面の男の隣についた。やめろ。やめるんだ。やめてくれ。英介の懇願は誰の耳にも届くことなく、能面の男の頭がぐいっと前に突き出され、月明かりにその生白い首がさらけ出された。刀が高々に掲げられる。刀身が月の光を受け、怪しく光った。若様、手前の力不足、最後までお供できず、申し訳ございませんでした。能面の男は、それを最後の言葉に口を閉ざした。そして、刀が勢いよく振り下ろされた。兄上。英介の叫び声は、絶望の中に飲み込まれた。能面の男は、刀が命を切り離した後かその前か、確かに英介の声を聞いた。私を兄と呼んでくれるか。次の世で生まれ変わるのなら、願わくば本当の兄弟に。最後まで能面をかぶり、地に葬られるその時までも、彼の能面は外されることはなかった。だから誰も知ることはなかった。仮面の下で彼が微笑んでいたことを。英介が能面の男を兄と呼んだことで、その場にいた者たちは動揺を隠すことができなかった。しかし、
呆然自失となった英介に満足している父親は、そんなことにも全く気づくことはなかった。むしろ猫なで声で英介を慰め始めたではないか。いいか、英介。お前がちゃんと言うことを聞くならば、子供たちだけは見逃してやろう。この父の言う通りにしていれば、すべてがうまくいく。お前がわしの言うことをよく聞いていた頃は、いつだって穏やかな日々を送っていただろう。わしもお前を悲しませたくはないのだ。辛いことは何もかも忘れてしまえ。さあさあ、今夜はもう休め。わかったな。英介の父親は、英介をずっと抑えていた男たちに、英介を寝所へと連れて行かせた。そして、目の前で繰り広げられた恐ろしい出来事に、顔を青ざめていたタキトとヒノも、再び監禁するようにと命じた。他の者は、この不届き者の後始末をしろ。せめてもの情けとして、面は外さずに地獄へと手向けよ。そう言い残して、英介の父親は上機嫌で自分の寝所へと戻っていった。これで英介もおとなしくわしの言うことを聞くことになるだろう。まだ子供たち2人が人質になっておるのだ。二度と歯向かえまい。ふふ、こんなこともあろうかと、子供を逃がさず殺さず、わしの手の中に置いておいたのだ。はあ、あの女が現れてからというもの、なんと腹立たしき日々だったことか。まあ、それも今日までよ。我が家系はもっと高貴に、もっと大きくならねばならぬ。こうなったからには、早急に両家の娘を嫁にもらい、ふぬけた息子のために落ちた仮名を再び上げねば。それにしても、あの者が英介を連れ出そうとするとは予想外だったな。しかし、あやつはもうとっくの昔に死んだことになっている。まだ少し早い気もするが、この場であやつを消し去ったことも、英介をおとなしくさせるには効果てきめんだ。わしの頭はどうしてこうも天才的なことばかり思いつくのだ。あとは祝言を行うのみ。それが終われば、あの子供らも人知れず葬ってくれよ。英介の父は寝所に戻るまでの間、含み笑いをこらえるのに必死だった。彼のご満悦の裏では、屋敷に仕える者たちが、英介と能面男との関係を噂したが、英介の父親は自分に酔いしれることに忙しく、いつまで経っても気づくことはなかった。村に人食いじじいと陽子が現れたのは翌晩のことだった。人食いじじいは静かにゆっくりと歩を進めたが、それとは逆に陽子は爆裂に暴れ回った。陽子は思う存分人々を騙し脅かしては、けたたましく笑い声を上げて消えた。夜が明ける頃には、瞬く間に村中に噂は飛び火した。
あんた聞いたかい？あそこも出たそうだよ。不気味なじいさんか。なんだいそりゃ。狐のことだよ。お前さん知らんのか？狐だけじゃなく、どうにも奇妙なじいさんが夜中に、まるで何かを目指して徘徊していたそうだぞ。向こうのばあさんが見たそうだ。なんでも目の前から突然消えたとか。そうなのかい？ひえ、やだね。ついこの間だって、外れの娘っ子を化け狐だと追い出したばかりでさ。ああ、そうそう。私は聞いたんだがね。どうにもあれは濡れ衣だったらしいさ。刀鍛冶の跡取り息子があの娘に惚れたのが気に食わなくて、それであんなことをしたそうじゃないか。おかしいと思ったんだよ。今まで何も起きなかったのに、突然あの娘っ子が化け狐だと騒ぎ立ててさ。まさかあの娘っ子のたたりかね。どうだかね。もしあんたの言うことが本当なら、あの娘には気の毒なことをしたな。しかし、おっかねえな。ほんとだね。もう日が沈んでからは表へ出られんね。内助は少し離れたところで村人の会話を聞いていた。村人たちの噂の中では、陽子の迷惑ないたずらよりも、ただただ歩いて消えるだけの人食いじじいの方が、ひどくおぞましく感じられたようだった。陽子の被害に遭ってしまった人々も、どんなに迷惑だったかというよりも、まだ狐の方でよかったと思えたほどだった。狐のいたずらに比べれば、底知れぬ老人が何をしでかすかを考えてしまうことの方が、よっぽど鳥肌を立たせたのだ。夕刻になり、内助と勝則は酒場で向かい合って酒を煽っていた。二人とも村に来てから意気消沈し、仕事が手につかなかった。それどころか二人は村の近くの山に入って結を探しまくっていたのだ。そして日が沈む前に村に戻り、こうして酒を煽るのだった。内助、お前さん、そろそろ次の村へと行かねばならんのじゃないか？勝則が言った。私はまだ、勝則さんこそ、わしもまだ帰れぬて。二人は何度ついたかわからないため息を繰り返しついた。さっき村の人が噂してるのを耳にしましたよ。おゆいさんが化け狐だと言われて追い出されたのは、ああ、わしも聞いた。英介殿のお父上がたばかったとな。英介殿の屋敷に行ったときに追い払われたのにも合点がいく。それに子供らもあの屋敷に連れられたのを見たという者がおったよ。二人はもう一度ため息をついた。あと一日早く、ここに一日早く着いていたら。内助は酒で顔を真っ赤にし、目を潤ませた。言うな内助。
でも、私はおゆいさんを。内助は最後まで言い切ることができずに涙をこぼした。おゆいさんを愛していたのじゃな。勝則の言葉に内助はおえつで返す結果となった。あたりは暗くなり、村で夜中に妖怪が闊歩する3度目の夜となった。未だに噂を耳にしていなかったかわいそうな村人の何人かが静まり返った夜道に恐怖の叫び声を轟かせた。翌朝には噂は最高潮に囁かれることとなった。特に村人たちが一番気になったことが、人食いじじいの進む先のことだった。どうやら何かの家を探しているようだぞ、との見解が広まったのだ。そして、その先がおそらく、刀鍛冶の旦那の屋敷のようだと、皆騒ぎ立てた。その噂もまた、英介の父親の耳には不協和音のごとし、英介の父親は、またもや厄介事が降りかかったと頭を抱えた。こんな噂が広まっていては、両家との縁もなくなってしまう。そう思い、英介の父親は、早急にも両家の嫁をもらわねばとことを急いだ。今宵だ。今宵、お前は妻をめとれ。英介の父親は、英介の部屋へとドスンバタンと大きな音を立てて現れたかと思えば、鼻息も荒く、そう言い放った。狂っている。もはや返す言葉も心も失った英介は無言のままに自分の父親を見つめた。すべてが狂っていると思った。目に見えるものすべてが、いや、それとも己自身か。いまいましい。何を言っても無駄だ。あの子供らを助けたくば言うことを聞け。英介が何の返事もしていないのにもかかわらず、父親は唾を吐き散らしていった。そしてバシッと壊れんばかりに障子を閉めると、再びドスンバタンと激しい音を立てて、すれ違う人をなぎ倒しながら去っていった。そんな父の残像を見つめながら、英介は己の弱さに負けていた。どうしてこんなことになってしまったのか。己が無力。ゆい、滝と火の、すまない。私がゆいを愛さずにいたら、こんなことにはならなかったのだろうか。自分のことばかりしか考えてなかったのか。それなのに、今でもまだゆいを求めてしまう。私の心は皆を不幸にするだけだというのに。兄上。父親が乱暴に閉めた障子が反動で少しだけ開いていた。閉め直そうとした見張りがふと隙間から中を覗き込むと、うつろな瞳から涙を流す英介の姿が目に入った。見張りは一瞬ドキッとしたが、
目を伏せてそっと静かに障子を閉めた。